皆さん、こんばんは。メロマーネチャンネルと申します。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。現在はですね、2025年の8月12日火曜日ですね。時刻はですね、22時55分をちょっと過ぎた頃だと思います。私どものこのメロマーネチャンネルはですね、普段音楽の演奏を、曲の演奏を投稿させていただいているのですが、現在この時刻はですね、ライブ配信のテストをさせていただいています。短い時間、5分程度のね、ものなのですが、よろしければお付き合いのほどよろしくお願いいたします。私たちは静岡というところにいるのですが、ここ2、3日はですね、もう本当に雨風がひどくて、えーイベントや演奏がですね、飛んでしまうほどではなかったのですが、それでも移動の最中とかではですね、かなり雨風の影響を受けました。えっと、そのいくつかの様子は多分ショート動画という形でですね、この私たちメロマーネチャンネルの方にも上げさせていただいてあるんですけど、本当にですね、もう横殴りの雨というんでしょうかね、テレビで報道されているようにですね、九州の方の皆さんのようにひどいものではなかったのですけれど、それでもですね、ちょっと驚くような感じの、雨、風、荒天のね、影響を、受けた気がします。お盆の時期ではあるんですが、私たち皆さんがお休みの時ほど動いていたりする、そういうような仕事柄なので、私たちはですね、今も、今日もそうなんですけど、演奏の方にね、いろいろお邪魔させていただきました。今日はタイトルにもさせていただいたんですけど、健康講座というものの中でですね、ちょっと演奏させていただきました。こういった講座内での演奏っていうのは、ちょっと私たちに関しては割と多いものでして、これはですね、時々このライブ配信のテストでもお話しさせていただいているかもしれませんが、私たちが普段空いてる時間を、裕次郎の衣さんでよろしいですか。こんばんは、初見ですと、ありがとうございます。書き込んでいただいて、いらっしゃっていただいてありがとうございます。なので、私たちは、通常の演奏業務以外の時間はですね、高齢者の方がいらっしゃる福祉施設様とかですね、それから、子どもさんたちがいらっしゃるような福祉施設様にちょっと訪問演奏という形で、演奏にお伺いさせていただいてるんですね。ですので、それもありましてですね、そういう例えば作業療法士さんとか、理学療法士さんの方にお声掛けいただいて、その方たちがですね、市民の皆さん向けにやっていらっしゃる市民講座なんかでも演奏させていただいたりする場合もあるんですね。今日なんかまさにそれでしてね、講座の始まる前や休憩時間に演奏させていただいたもの以外にも、今日はですね、その先生方のお話を聞いてたんですけど、口腔ケアっていうんでしょうかね、口周りっていうんでしょうか。私たちは、あまりそういうこと全く詳しくないのですけれど、その先生方がお話を私たちの横でされていて、私たちもその演奏で待機している間にそのお話を聞かせていただいたのですが、例えば、高齢者の皆さんでですね、例えば物を飲み込む力が弱くなったりとかですね、そういう口周りの筋肉が衰えるのを防ぐために、やる運動とか動きがあるんですよね。例えば、ご高齢者の皆さんに向かって、今日の皆さんは市民講座ですので、実際に患者さんという方はいらっしゃらなかったと記憶してるんですけど、そういったね、口腔ケアに興味のある方がお集まりでいらっしゃいましてね、その方たちに向けて、その先生方が具体的にどんな作業なしや、そういう療法されてるかってことを、少しご披露いただいていたものなんですけど、例えば、ご高齢者の皆さんにっていうふうになんでしょう、痰を切る、そういうようななんでしょうね、動作を促す。要するにこれもですね、例えば飲み込む力とか喉の力、ないしは勢いよく吐く力、息を吐く力っていうものに対してのアプローチだったと思うんですが、っていう痰を切る動きですよね。そういうですね、動作を促す。実際にはですね、その先生のお話だと、力がなくなってくる高齢者の皆さんはそういうふうにするとえへんって言っちゃう。実際に先生がえへんって言ってくださいっていうふうに痰を切る動きをってやってくださいってお話しするとですね、力のなくなってる高齢者の方がえへんって言っちゃうんですよね。実際にえへん言葉で言ってしまうので、それをねってこういうふうに痰を切る動作にしていくっていう、そういうものをすごく、作業されていらっしゃいました。私たちはですね、勢いですよね。っていう勢いを表すためにですね、私たちのバイオリンっていう楽器で和音をジャンって弾いたりとか、で、何しろえへんって言ってしまうと、それがボロロンってなってるみたいな感じのですね、そういう
音の勢いっていうものをですね、曲とかでこう、表現する、ないしは音で表現するみたいな、そういった実際に耳で聞く形でね、実際の作業にはそんなことは不要なんですけど、あくまでも市民講座ですのでね、聞いていらっしゃる方たちのより興味を引くように、そういうようなね、形の、音で、ないしは音楽でそういうこう雰囲気を味わってもらうようなことを担当させていただいていました。あとはですね、こう口の例えばこうだけど、嚥下障害っていうんでしょうかね、その飲み込む力とか、あと喋る力、それから噛む力っていうのはやっぱりこう弱くなってくるってこともあるので、それをですね、こう口をよく動かすためのこうパタカラ運動っていうのがある。パタカラっていう言葉を、何度もこうリズムに乗って言ってもらうっていうのもそうだなんですけども、このパタカラ、先生方が使ったパタカラって言葉は、私たちのこう音符で言うと、レファファレっていう、こう、で、Fでっていう、そういう4つの音なんですけど、それをですね、その先生のおっしゃるこうリズムに乗ってこう速度、速さですね。パタカラって言ったらそれをレファファレって早く演奏する。パタカラってゆっくり言うと、それを私たちがこうレファファレってゆっくり演奏する。それを曲に使ってね、それを要するにこう、表していくみたいな、市民講座で皆さんがね、その講座をやりながら、ちょっとね、そういうこう耳で音楽を聴きながら、要するにそういったことをより感じられるっていうのかしら。そういうことをね、ちょっと担当させていただいてたんですね。実際に私たちも演奏するだけでなくて、先生方の話をよく聞かせていただいてたんです。本当に興味深くてですね。私たちはあんまりまだ口腔ケアっていうのはちょっと正直、自分たちにとって必要性があるかっていうと、ちょっとその年齢ではないんですけれど、ただ先生方のおっしゃる通りですね、体の動きってのはこう、意外と遠くの筋肉とかが、作用してたりとかするんですよね。私たち楽器ってこう、鎖骨に乗せて顎を落とすみたいな動きをするんですけど、実際にそういうところがですね、どこの筋肉を使って実際にそういう作業をしてるかみたいなことをちょっと考え直すきっかけにもなったりとかしましてね、本当に興味深かったです。理学療法士の先生、作業療法士の、これは2つのですね、先生方のこう職分とちょっときちんと違うそうでして、今日もそのお話になったんですけど、理学療法士さんっていうのはこう立つとか歩くとかですね、そういうこう基本動作を主に担当する、そういう感じの、先生方なんですよね。作業療法士さんっていうのはですね、日常生活でしょうか、例えば食事をしたりする動き、着替えたりする動きみたいな、そういうこう応用動作を担当する動きだって、今日そのお二人の先生方がいらっしゃったような覚えがあるんですけど、そういったね、ことを、実際にはそのこう、筋肉の動きとか、そういうようなこう力の使い具合、そういうふうにこう、どういうふうな場合にはどんなところを使って動かすかみたいなことを本当にこう詳しく説明できる先生方でいらっしゃって、私たちもですね、ちょっと口腔ケアってのはさっきも言ったように、ちょっとまだ年齢的にそういったことはまだ考えたことはなかったんですけど、体の動きに関してはですね、本当に勉強になりました。こういうふうな形で動いてるんだな、人間の体っていうのはこういうふうなつながりで動いてるんだなみたいなことをちょっとね、頭の中ではちょっと分かっていたようなことを本当にこう分かることができて、すごく有益な時間だったなと思いました。本当にね、その興味深い一日を過ごさせていただきました。先生方ね、本当にお招きいただいてありがとうございました。そんなこともね、ちょっとお伝えできればよかったなと思います。さて、それではですね、このテストの配信もですね、もう8分も話してるんですね。すいません、5分で終わるつもりだったのが長くなってしまって申し訳ありませんでした。もしね、ご視聴いただいた方がいたら本当にありがとうございました。冒頭にも申し上げた通りなんですけど、私たちこのメロマーネチャンネルっていうのはですね、本来は音楽の演奏を、つまり楽曲を投稿しているチャンネルなんですね。もしよろしければね、他の動画もご覧になっていただいて、もしね、お気に入りの曲とかがありましたらですね、高評価やチャンネル登録を賜りますと我々の励みにもなりますので、ぜひ今後ともね、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。裕次郎の衣さんもね、書き込んでいただいてありがとうございました。私たちからはですね、どんな方が見ていただけているのかとか、どれぐらいの数の方がいらっしゃるわからないので、こうしてね、書き込んでいただけると、皆さんとつながりが持ててるんだなとこう実感できることでね、すごくね、我々も本当に、嬉しかったりもします。これからもね、当メルマネチャンネルとお付き合いのほどよろしくお願いいたします。さて、それではこれでおしまいにさせていただきますね。これからもお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メルマネチャンネルでした。ご視聴いただきありがとうございました。おやすみなさい。失礼させていただきます。